春の葉山で見つけたウミウシたち。こんにちは、ほやです。今回は、2025年の2月から4月に葉山の磯で出会ったウミウシたちを紹介します。この期間に4回ウミウシ探しに行っていますので、出会った回数が多い順番に紹介します。それでは、始めましょう。黒下なしウミウシです。大きさは20ミリくらいのやつを多く見つけました。葉山ではたくさん見つかるウミウシで、だいたい毎回見つかっています。もちもちした見た目をしていますが、実際に触ってみても、もちもちしていて、触り心地がいいです。石の裏側にくっついていることが多いですが、それなりの大きさの真っ黒な塊は不自然なので、見落とすことはないと思います。猫舌ウミウシです。大きさは20ミリくらいのやつを多く見つけました。地味な見た目をしている上に、背景の模様に紛れてしまうことが多いので、見落とすことが多いウミウシです。この個体なんか、どこがどうなっているのか、かなりわかりにくいですよね。猫舌ウミウシを見落とさずに見つけられるようになれば、ウミウシ探し中級者だと思います。本実のウミウシです。大きさは15ミリくらいのやつを多く見つけました。実の色は濃いやつ、薄いやつとばらつきが結構大きいです。もともとは単に実のウミウシと呼ばれていたので、古い図鑑を見ると実のウミウシと紹介されていることもあります。葉山では割と見つかるウミウシですが、見つかる日にはたくさん見つかるという傾向があるような感じがします。色味のウミウシです。大きさは30ミリくらいのやつを多く見つけました。オレンジ色の体から灰色っぽい青の実のが生えているのはかなり毒々しい色使いですが、実の色のばらつきが結構大きいです。磯遊びでも浅い場所を好むウミウシなので、ウミウシ好きのダイバーの皆さんの中では、見たことがない人も多いようです。70ミリくらいまで大きくなるので、たまにでっかい個体に出会うとビビります。青ウミウシです。15ミリくらいのちびっこサイズのやつを見つけました。ウミウシといえば、これを思い浮かべる人が大半なくらい有名なウミウシですね。私のチャンネルでも青ウミウシをサムネイルにした動画は再生数が多くなる傾向が見られるので、ウミウシのアイコンとしても優秀なんやろな。有名なウミウシではあるのですが、毎回たくさん見つかるというほどではなく、かといって全然見つからないくらいレアというわけでもない絶妙な見つかりやすさです。赤キセワタです。10ミリくらいのよく見る大きさのやつを見つけました。のっぺらぼうな姿で触覚もないので、一見するとウミウシに見えないですね。大きくなっても10ミリに満たない小さなウミウシですが、赤い体は割と目立つので、
こういうウミウシがいることを知っていれば、見つけられると思います。数もそれなりにいるはずなのですが、この期間はあまり見つからず、一回見つけただけにとどまってしまいました。赤星ウミウシです。20ミリくらいの、よく見る大きさのやつを見つけました。ウミウシを食べる肉食性のウミウシで、オカダウミウシのような小さなウミウシを食べることが多いようです。この写真は観察会で赤星ウミウシが色味のウミウシに噛みついているところを観察した時の写真ですが、かなりがっつりと噛みついてますね。赤い水玉模様が可愛いウミウシですが、こういう姿を見てしまうと、見え方が変わってしまいますね。枝ウミウシです。40ミリくらいの、結構大きめサイズのやつを見つけました。体の側面についている、ふさふさしたやつが、枝っぽく見えるから、枝ウミウシ、と呼ばれているんやろか。この、枝状の突起は、青白い光を放っているらしいですが、弱い光なので、暗い場所じゃないと、わからないみたいです。カラーバリエーションが、結構あるのですが、この個体は、かなり濃いオレンジ色をしています。黄色クシエラウミウシです。初めて出会ったウミウシで、10ミリくらいの、ちびっこサイズのやつを、見つけました。全身真っ黄色で、地味な印象を受けるウミウシで、似たような姿をした種類も多いので、見分けるのにちょっと手間取るウミウシです。背中にある虹エラが、髪の毛を整える櫛みたいな形をしていることから、クシエラウミウシと名付けられています。体中に小さな気泡がたくさんついているのはたまたまで、いつもつけているわけではありません。黒ヘリアメフラシです。20ミリくらいのよく見る大きさのやつを見つけました。この時期の小型のアメフラシの仲間だと、緑アメフラシが目立つのですが、その陰で、黒ヘリアメフラシはひっそりと見つかる感じです。名前の通り、体の縁が黒くなっているのが特徴で、個人的にはアメフラシの仲間で一番好きなデザインです。背中のひだひだの部分を使って泳ぐことができるらしいですが、泳がそうとしてみても、なかなかうまくいきませんでした。プロカモフェルス、ケイロニクスです。20ミリくらいの、よく見る大きさのやつを見つけました。日本語の名前がついていないウミウシなので、学名のまま呼ばれています。光ウミウシの仲間なので、突起の先端にあるピンク色の部分が光ります。ピンク色の光る部分は3対で6個あるのですが、ちぎれやすい構造のようで、6個全部揃っているやつは結構レアです。コモンウミウシです。5ミリくらいの極小サイズのやつを見つけました。普段見かけるコモンウミウシは25から30ミリのやつが多いので、こんなにちっちゃいやつは初めて見ました。小さくても大きくてもコモンウミウシは可愛いです。ダイバーの方は伊豆でよく見るウミウシ4種の一つとして
認識している人も多いですね。サラームミノウミウシです。5ミリくらいの極小サイズのやつを見つけました。触覚にたくさんのつぶつぶがついているのが特徴です。色味のウミウシとよく似ていますが、色味のウミウシより数はかなり少ないです。葉山でも真鶴でもちらほらと見つかるウミウシなので、相模湾沿岸ならどの磯にもいると思います。サラサウミウシです。25ミリくらいのよく見る大きさのやつを見つけました。白地に赤の網目模様がとても美しいウミウシです。石の裏側より石の表面や隙間のところを普通に歩いていることが多く、赤い目立つ体をしていることもあって、そこにいれば見落とすことはあまりないと思います。さっきのコモンウミウシと同じく、伊豆でよく見るウミウシ4種のうちの一つです。白雪ウミウシです。10ミリくらいのよく見る大きさのやつを見つけました。白い体にオレンジ色の点々がとても可愛いですね。石の裏側にちょこんとくっついていることが多いので、見つけるにはただひたすらたくさん石をひっくり返すのが効果的です。小さなウミウシではありますが、白い体はよく目立つので、小さい割に見つけやすいウミウシです。白枝ウミウシです。10ミリくらいの小さめサイズのやつを見つけました。枝ウミウシの仲間は、ふさふさした枝状の突起が体の側面にたくさんついているのが特徴です。枝状の突起は青白く光るらしいのですが、弱い光なので暗くしないとわからないみたいです。光っているところを一度は見てみたいですね。タツナミガイです。300ミリくらいのやつが毎回いました。葉山の磯ではそこら辺にたくさん転がっているのでありがたみがないです。間違えて踏んでしまうと紫色の汁を大量に吐き出して撮影できない状態になってしまうので地雷みたいなものです。面白いことに真鶴では全然見かけないんですよね。ヒメキヌハダウミウシです。5ミリくらいのよく見る大きさのやつを見つけました。赤くて小さいウミウシはオカダウミウシや赤キセワタをよく見かけるのですが、このヒメキヌハダウミウシもその一つです。葉山で見つけたのは2シーズンぶりだったので、数はとても少ないです。キヌハダウミウシの仲間なので、肉食性のウミウシなんだろうけど、何を餌にしているのかはわかっていないようです。ビロードウミウシ属の一種です。20ミリくらいのやつを見つけました。磯で見つけたときは、君、誰やとなってしまい、家に帰ってからネットや図鑑で色々と調べました結果、多分、ビロードウミウシ属の一種ということで落ち着きました。とりあえず、黄色くて、もさもさしていて可愛いやつ、としておきましょう。ウミウシの研究は、まだまだ発展途上なので、
よくわからないウミウシが見つかることは、シーズンに何回かあります。緑アメフラシです。20ミリくらいの小さめサイズのやつを見つけました。小型のアメフラシの中では一番たくさん見られる種類で、春の磯では特にたくさん見つかります。春以外のシーズンでもそこそこ見られるので、数の多い少ないはありつつ、一年中見られます。5匹くらいが一緒に固まって見つかることもあるので、見つけた数で言うと、かなりの数になると思います。紫身のウミウシです。10ミリくらいの、よく見る大きさのやつを見つけました。オレンジ色の触覚と紫色の身のがとても美しいウミウシです。葉山の磯では2シーズンぶりに見つけました。探すときは紫色の身のよりオレンジ色の触覚の方が目立つので、触覚を目印にするといいでしょう。今回紹介するウミウシは以上です。2025年の2月から4月に葉山の磯で出会ったウミウシは21種類でした。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたどこかの海でお会いしましょう。